日本の Google で AS24 と検索すると、出てくるのは安全靴ばかり、というわけで、発売ほやほやの KZAS24 のレビューをお届けするぞ。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ の新作、12BA のモンスタークラスイヤホン、KZAS24 だ。12BA のイヤホンは、すでに KZAST が発売されているんだけど、今度はスイッチ8個とかいう、とんでもないおまけがついてきたぞ。と、久しぶりに KZ やってんねー、と期待が盛り上がるところなんだけど、まず最初に確認しておこう。進化しすぎた生物の大体のうちは、絶滅だ。12BA は KZ としてはこれ以上積みようがないレベル。そして、BA を増やすことはもちろん市場が望んだことだけど、それが絶対にプラスになるとは限らない。事実、KZ のフル BA イヤホンは、片側 8BA の KZAS16 以降、かなり尖った性能のものが多く、誰にでもおすすめできる代物ではない、というのが本音だ。例えば、初めて片側10台の大台を超えた、KZASX。現在見てみると、発売当初のバージョンは、高音が刺激的すぎて、AS16 や AS6 の方が評価が高かった。続いて登場した AST。こちらは ASX の高音域の鋭さを取り除いた構成で、誰でも楽しめるようになったんだけど、高音域側が抑えめになっていて、やっぱり人を選ぶ。KZ のイヤホンは、歴代突き抜けるような高音域が魅力のモデルが多かったので、それらのキャラクターとは異なるため、やっぱり初心者にはおすすめしづらい。そんな玄人のための試験場となった超多 BA シリーズに、ある意味うってつけな進化をして帰ってきたのが、KZAS24 だ。と、ここまで聞いてわかる通り、値段相応に覚悟して購入する必要があるイヤホンだ。個人的には、KZ 系で最初に触るのは、AS 系じゃなくて、人気の高いハイブリッドシリーズである、ZS なんとかとか ZA なんとかをおすすめするぞ。コスパで言ったら、1ダイナミックドライバの ED シリーズや DQ シリーズもあるからな。というわけで、予防線は張った。で、そんな進化の袋小路に迷い込んだこのイヤホン。お値段は高く見えるかもしれないが、これでも業界最安。というか、こんなやたらめったらスイッチを搭載したイヤホンは他にない。AS24 をざっくりと言ってしまうと、AST に近い構成の BA イヤホンを、よりユーザーに受け入れられているシェル形状に変更し、かつ、AST で指摘されがちだった、抑えめの高音域を適度に持ち上げて、そこにもう好きに調整してくれとばかりに、8個のスイッチを取り付けた、もうお前の好みわからんからソース自由にかけてくれシステムとかしたフル BA イヤホンだ。スイッチの変化量は、かなり細かく調整できるように設定されていて、音楽プレイヤーソフトについてるグラフィックイコライザ並みに細かく調整することが可能。個人的には、一番元気な音で聞きたいので、今回は、すべてのスイッチをオンにした状態を基準にして評価するぞ。まずは付属品から、といっても、そこはいつもの KZ。高級版パッケージの中に入ってるのは、本体、ケーブル、イヤーピース。最初から本体に低反発フォーム製のイヤーピースがついてくるが、AS24 は高音域側が柔らかいので、通常のイヤーピースに交換するのをお勧めする。付属のケーブルは、AST では、標準タイプより1ランク上のものが付属してたんだけど、これが余計に高音を柔らかくするものだったから、相性が悪かった。KZ の共通ケーブルの方が、AS24 の高音域を変に歪にしないので、ここの変更は文句ない。ただ、このクラスのイヤホンだったら、もうちょっといいケーブルと合わせてあげたいのが正直なところだ。今回は、ちょうどナイス HCK から到着した、ナイス HCK ブラックカット QDC タイプを組み合わせてみたぞ。AS24 と色合いまでバッチリ合うし、音色としても KZ と相性が良いのでおすすめだ。それから、視聴を続けて感じたのは、同じくナイス HCK の低価格ケーブル、ナイス HCK レッド AG と相性が良い。AS24 はドライバ数が多く、特に、中高音域に BA の数が集中しているので、ここをしっかりと整理したい場合、レッド AG の特性は最適だった。レッド AG だったら低音域の厚みも消えないしな。イヤーピースは、装着感に不安を感じたら、より反発力のあるものに変えた方がいいだろう。本体が比較的大柄で、重量もあるので、重量がイヤーフックと耳の穴にほぼ全てかかる設計の AS24 では、イヤーピースの装着感も重要に感じたな。ここはその人の耳の形によって全くおすすめは変わるけれど、中高音域あたりの明瞭さを重視したイヤピ選び、硬質でノズルが広めのものをおすすめするぞ。というわけで、さすがに物理的にでかいので、ちょっと手間がかかる印象。ただ、見てわかる通り、先に登場した同じ 12BA の KZAST よりは、耳の形を選ばない形状になっている。AST を形状で諦めていた人には、吉報なんじゃないかな。
本体のデザインは、内部に配置された 3D のプレートに、上からレジンが盛り付けられた、結構面白い形をしている。最近こんなフェイスプレートのイヤホンを見たなぁ、と思ってたけど、これ、KB イヤーゲン部と同じ仕組みで作られたフェイスプレートだ。商品見本の CG ほどギラギラしていないので、これを買える大人がつけても違和感のない雰囲気に収まっているぞ。そうそう、超マルチ BA イヤホンは、内部の違法建築感を見るのも醍醐味なんだけど、KZ 製のフル BA イヤホンは、外装の内側に、複数の BA ドライバーを収める、ブラケットが用意されていて、このブラケットが真っ白で、粒子だのガムだの散々な言われようだったんだけど、AST と AS24 では、この部分がしっかり透明。今回は AST よりさらに透明度が上がったので、内部の構造をしっかりと確認することができる。ここは2桁 BA を搭載しているイヤホンとして前進だと感じるな。スイッチは違和感なく側面に配置、従来のものより高級感を感じる素材色になっていて、ここが AS24 のデザイン上のアクセントにもなっている。KZ 系のスイッチは、左右で配置が天地逆になっている、という不思議なものだけど、慣れてしまえば全く問題はないな。それから、このスイッチを動かすための SIM ピンが付属する。スイッチは他の機種より柔らかく、壊す心配がないのは嬉しかった。初期状態では全てのスイッチはオフに設定されていて、この状態だと、本機が AST に近いものであることを確認できる。ただ、AST よりもハイハットなんかの反応が良くなっていて、さらにスイッチでその部分だけを持ち上げることも可能なので、高音がきつすぎる前作、ASX の反動で、優しくなりすぎていた AST の高音域が、若干優しい、くらいのバランスまで持ち直した印象だ。スイッチによる変化は、KZ-D5 なんかと同様、一つ一つのスイッチでは、それほど大きな変化を感じられない。KZ 系のスイッチは、微調整が前提のようだ。基本のサウンドは割と刺激的なドンシャリが多いのに不思議なもんだな。なので、ケーブルやイヤーピースを使って調整するような、最後のもう一歩を調整するときに向いている、劇的な変化をもたらすものではないことに、注意が必要だ。内部の方を見ていこうか。AS24 は、その名前の通り、両側合計24ドライバー、つまり、片側12ドライバーを搭載したフル BA イヤホンだ。この価格帯で、2桁の BA を搭載したイヤホンというと、同じ KZ の ASX と AST のメーカー違いの CCA-CA24、そして TRN のモンスター級イヤホン、TRN-BA15 くらいしかない。BA15 は最近価格が激落ちしてるけど、もともと3万円近いイヤホンだったことを考えると、AS24 は相変わらずこの価格帯最安のイヤホンと言えるだろう。コスパが良いメーカーがコスパ度外視で作った、不思議なポジションのイヤホンだ。AS24 の構成は、31,736と呼ばれる、高音域から中高音域を担当する2台複合の BA が40配置、中高音域から中音域担当が1台、中低音域が2台、そして、低音域が1台の構成。実は、8ドライバー構成の KZ AS16 Pro なんかは、低音域側が2台構成だったりするので、低音域の量感に関しては、この AS24 より AS16 Pro の方が優れていて、さらに、AS16 Pro より、サブベース側の表現力に優れる、KZ のハイブリッドシリーズの方が有利だったりする。ドライバー数が多いからといって、とんでもない度迫力にはならず、むしろ、高音域、低音域は優しいイヤホンであることは承知して購入すると、思ってたんと違う、とならないので、よくここは覚えておこう。AS24 は、この構成の通り、普通の KZ 系イヤホンとは、かなり異なるポイントを持つイヤホンだ。BA の数が多く配置されている音域は、自然に聞こえるものの、分離感は落ち着く。AS24 の音色は、全体的には、ウォームで、かつ中音域、中高音域が主張してくる音色だ。ここからスイッチで、より高音域を持ち上げたり、低音域を持ち上げたりすることができる。ちなみに、AS24 にはスタンダードバージョンも用意されていて、スイッチはいいかなという人にも対応してるな。AST よりも高音域側が明瞭になっているので、そこが重要な人にはおすすめの一台だ。音色を細かく見ていこう。高音域、BA イヤホン単発で鳴らされる高音域は、非常に明細な反面、どこかミニチュアじみた印象があるというか、神経質に感じる人もいるんだけど、ここに BA を4台重なっているおかげか、AS24 の高音側はかなり自然だ。ただ、相変わらず優しい、と感じる場合もあるかも。その場合は、一般的な構成のイヤホンが向いてる、となるな。ここの差は実際に超マルチドライバ機を聞いてみないと、自分に好みかどうかはわからないと思うので、AS16 Pro あたりを購入して試してみるのもおすすめだ。中高音域あたりの分離感はあまり強くない。そりゃ4台同時に鳴らしてるんだからそうもなる。ここと自然さのどっちを取るかで、AS24 があなたに向いてるかどうかはわかるだろう。中音域、
ボーカル帯は結構近めで、過度に冷たくなったり、エネルギッシュになったりしない。中低音域から中音域には2台 BA が配置されているので、ここら辺も厚みのある表現を楽しむことができるぞ。そして低音域。AS24 の BA ドライバーは改良されていて、AST より低音域側が改善しているという、体感、AST より膨張感が減って、それでいて量感自体はそのまま、と感じられた。改造感が若干上がった印象だ。スイッチをすべてオンにした状態で、十分な低音量を得ることができるぞ。ただ、同じ KZ のハイブリッドイヤホンに比べると、あれほどとんでもないサブベースは出てこないので、低音を重視しているのか、サブベースを重視しているのかは考えて検討しよう。空間は壁を感じる仕上がり。ただ、頭の中で鳴っているほど狭くないので、程よい広がりがある、くらいの印象だ。AS24 は密閉度も高いので、それも影響しているのかも。音漏れはまず気にしなくて大丈夫。ベントが大きく開いているイヤホンよりも、遮音性もあるな。AS24 を含む、片側8ドライバーを超える KZ 製のフル BA イヤホンが得意とするのは、特に演奏者が多い、大編成の楽曲だ。これは AS16 の頃からずっと同じだな。複数の音が混じるような、クラシックを代表とするような音楽の場合、例えば弦楽器の複数重なった音なんかの量感で、AS24 は明らかに有利だと思う。その上で、AST から、よりバランスを改善し、装着感を望まれていた形のシェルにして、さらに好みに寄り添った構成にしたもの、それが、KZ-AS24 だ。ここまでの物言いからわかる通り、かなり特化型、一部の超マルチ BA が大好きな人のために、この値段でさらに改良が加えられたもの、というポジションだと思う。AS シリーズはドライバーの搭載数が2桁になると、一気に人を選ぶイヤホンになる。AS24 は、AST よりさらに誰でも聴けるイヤホンにはなってるけど、やっぱり、ドライバー数じゃなくて、合うか合わないかを考えて判断するジャンルのイヤホンだと思うぞ。個人的には、まず AS16 Pro とかから始めた方が良いように思うな。AS16 Pro と比較したとき、実は AS16 Pro の方が深みやパワーを感じる人が多そう。というのも、AS16 Pro、低音域用の BA が20配置なんだ。AS24 ではスペースの関係か、大きな低音量 BA は一発なので、ここの違いも結構印象の違いになってくる。単純に BA 数が多いと強い、と言えない理由の一つだな。というわけで、AS24、難しい。が、難しいがゆえに面白い。AST よりも一般的なバランスになったし、ASX からはかなり劇的に進化していると思う。AS16 系の上位互換ではない点に注意しよう。こいつ、というか、AS シリーズの10代超えシリーズは、どれもこれも独特だから。といったところで今回はここまで、AS シリーズはレビュー書くのが悩ましい。